皆さん、ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。本日はフォワードランジについて徹底解説していきます。足やお尻のトレーニング種目として一般的にはスクワットが知られていると思います。スクワットといえばバーベルスクワットが効果的な種目となりますが、バーベルスクワットを行うためにはバーベルやプレート、スクワットラックなど大きな器具が必要になるので、ジムなどの施設に行かないと実施が難しくなります。かといって自宅でダンベルスクワットをやっても十分な負荷をかけられず、物足りない思いをしている人も多いと思います。そこで今回は自宅でも足やお尻に十分な負荷をかけられるダンベルフォワードランジをご紹介します。足やお尻のトレーニング効果を最大化するためには、筋肉の特性やトレーニング種目のメカニズムを理解してトレーニングのコツをつかむことが大切になります。しかしそのことを知らずに損をしている人も多いです。そこで今回は、1、下肢の筋の構造と働き、2、フォワードランジのメカニズム、3、フォワードランジのフォーム、4、よくあるエラー動作、5、エラー動作の修正法、6、効果的な負荷設定とセットについて、7、年間トレーニング計画の立て方。以上7点についてできるだけわかりやすく解説していきますので、過去にご紹介した自重で行う下半身トレーニングの動画と合わせて、ぜひ下肢のトレーニングのバリエーションに加えてみてください。フォワードランジをやったことのない人はもちろん、すでに行っているという中上級者の方も、今一度立ち止まっていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。それでは、フォワードランジで使われる主な筋肉について見ていきましょう。大腿四頭筋は、膝の伸展と股関節を屈曲させる働きがあります。大臀筋は、股関節を伸展させる働きがあります。ハムストリングスは、股関節の伸展と膝関節を屈曲させる働きがあります。続いて、フォワードランジのメカニズムについて見ていきましょう。まず、前足を引き上げた後、ランディングします。その後、股関節、膝関節の屈曲に伴い、大臀筋、大腿四頭筋のエキセントリックな収縮が起こります。その後、ボトムポジションでのストップ動作に伴い、大臀筋、大腿四頭筋のアイソメトリック収縮が起こります。この足が接地してからボトムで止まるまでの大きな伸長性刺激が大臀筋の成長を促します。その後、戻る動作で股関節と膝関節の伸展を行い、大臀筋、大腿四頭筋のコンセントリック収縮が起こります。この動作を繰り返します。続いて、フォワードランジのフォームです。開始姿勢は、ダンベルを両手で持ち直立します。足幅は腰幅または肩幅くらいにします。下ろす動作は、片膝とつま先を前方へ引き上げ踏み出します。かかとから接地し腰を落として止まります。沈む深さは大腿部が水平で、後ろ足の膝が床につく手前くらいにします。動作中は胸を張り、腰、背中が丸まらないように注意します。上げる動作は床を蹴るようにして、下ろす動作と同じ軌道を通りスタートポジションに戻ります。バリエーションとしてリバースランジがあります。これは足を後方へ踏み出すやり方で、重心が後方へ移動するので、膝が前に出る可能性が少なくなります。これによって股関節伸筋群、つまり大臀筋やハムストリングスにより確実に効かせることができる種目です。続いてよくあるエラー動作です。背中が丸くなる。背中を痛めたりバランスを崩す危険性が高くなります。膝が前に出すぎる。可動域が狭くなり、大体前面だけに効いてしまい、股関節の伸筋群に効かなくなります。設置した時に膝が内側に入る。膝を痛める危険性が高くなります。かかとが浮く。バランスを崩し危険です。エラーの修正法について見ていきましょう。背中が丸くなるエラーの修正法は、胸椎、肩甲骨のモビリティを獲得します。これについては過去の動画でご紹介してますのでご参照ください。膝が前に出すぎるエラーの修正法は、かかと設置後、
お尻を真下に下ろすように意識します。代替種目としてリバースランジを行うと良いでしょう。設置したとき、膝が内側に入るエラーの修正法は、設置時に足裏全体で体重を受け止め、膝とつま先の位置を合わせるようにしましょう。お尻の外側、中殿筋、小殿筋などを鍛えて力が入るようにすると良いでしょう。かかとが浮くエラーについての修正法は、空中で足関節を背屈し、かかとから設置します。足関節の背屈可動域を広げるなどがあります。効果的な負荷設定とセットについてです。まずステップ1。重さ 20rm。1セットあたりの回数15回。セット数は3から5セット。習慣頻度2から3日。実施期間1から2ヶ月とします。ステップ2。重さ15から 20rm。1セットあたりの回数15から20回。セット数3から5セット。習慣頻度2から3日。実施期間2から4ヶ月とします。ステップ3。重さ10から 15rm。1セットあたりの回数10から15回。セット数3から5セット。習慣頻度2から3日。実施期間は2から4ヶ月とします。フォワードランジでは、バーベルスクワットのように高重量でのトレーニングができないため、トレーニングのボリューム、すなわち重さ ×1 セットあたりのレップ数 × セット数を大きくすることを心がけましょう。年間トレーニング計画は、まずステップ1を1ヶ月、ステップ2を3ヶ月、ステップ3を2ヶ月行ったら、またステップ2に戻って3ヶ月行います。これはあくまでも例であり、それぞれのステップの期間はご自身で判断していただいて大丈夫です。判断の目安は筋力の成長が停滞し始めた時期が良いでしょう。上級者になればもっともっとたくさんのバリエーションが考えられます。筋肉の成長を楽しみながらトレーニングを頑張りましょう。この動画を気に入っていただけたら、今後の配信を見逃さないようにチャンネル登録、高評価をぜひお願いします。この動画についてのご意見、ご質問などはコメント欄へどうぞ。また、公式 LINE や Instagram、X からも受け付けています。番組に対するリクエストも受け付けていますので、やってほしい内容などがありましたら、ぜひご連絡ください。それではまたお会いしましょう。